いい年して実家暮らしっていけないことっていうですね、豚野郎さん27歳ですね、実家暮らしの独身会社員さんからの相談です。自分は今年27になりました。いまだに実家暮らしに暮らしながら職場に通ってます。一人暮らしをしようと思ったことも何度かありましたが、東京で生まれ東京で育ち、通っていた専門学校も就職した会社も全て都内。なんとなくタイミングを逃し、気づけば今の年齢でした。付け加えるなら夜勤のある仕事で生活も不規則になりがちなので、身の回りのことは母親にやってもらえる環境は非常に助かってます。親に一言でも家を出てほしいと言われれば、もしくは遠方への転勤と何か一つでもきっかけがあればいつでも一人暮らしを始める覚悟はありますが、今のところそういったことはありません。ですが最近テレビの特集でいい年して実家暮らしなんてみっともない、一人前の大人とは言えないといった声を聞くたびに胸がチクチク痛む自分もいます。実家暮らしってそんなに悪いことでしょうか。岡田さんの考えをぜひお聞かせくださいということです。はい、みんなの意見見ようかな。こういうやつは結婚するとき困ると。両親その場にいられるのは幸せ。俺と同じ状況で39歳。不動産屋のステマですと。不動産屋に騙されてる不動産屋の陰謀と。実家最強じゃん、羨ましい。正直羨ましい。ラッキーだから利用、なるほどね。なんか綺麗に分かれてていいよね。つまり、実家から出た方がいいっていうのと、いやなんか一度は実家から出た方がいいっていう意見と、あと今の状況ってそれ俺から見ても羨ましいからそのままいるよっていう、まあ大体大きく2つに分かれると思うんですけども、僕の意見もですね、まあそんな似たようなもんです。ですね、テレビでですね、その家を出ろとかいうのはですね、基本的に消費拡大のためだと思ってください。これ別に不動産屋の陰謀でも何でもなくてですね、実家に住んでる人間がですね、一人外に出るだけで冷蔵庫の数は倍いるしですね、なんだろうな、もう本当に最近必要な家電っていうのは少なくなってきたから、クーラーっていうのも倍いるしですね、一人住まいの人間が増えれば増えるほど実は消費というのは拡大するんですね。なので消費拡大のためには国としてももちろん一人暮らしした方がいいというふうに宣伝しますし、同時に国としてはですね、人口が減っていると出産率も下がっていると、これは家でニートで、なんだろうな、働きも出ない若者が多いに違いないっていうふうに考える人がすごく多いので、結果的にみんなもっと外へ出ようよ、働こうよ、女の子と出会おうよ、なんか男の人と付き合おうよ、子供を産もうよという流れになりがちなんですね。でもまあ、こういうふうに言ってもですね、例えばもう家を出ろというのは消費拡大のためとかですね、不動産の陰謀というふうに僕は思っていても、皆さん個人個人思っていても、自分の友達がそういうふうな考えでなければ、例えばその友達っていうのはテレビとかばっかり見てる人だったりですね、政府のこういう発言とかに乗りやすい人たちだったらですね、だんだん生きにくくなるんですね。自分は実家暮らしでこれは楽ちんだと思っててもですね、でそういうことをテレビで言えば言うほど周りが本当にそういうふうに思ってしまったらですね、なかなかしんどいんでですね、生きにくくなっちゃうと思います。で基本的にですね、極端な話をするとですね、僕は東京に生まれて東京で実家で住んでるのにですね、一人前になるためにあえて一人暮らしをする人は頭がおかしいと思います。正直な話、そのようなですねラッキーな状況にありながらそこまでなんか自分に負担をかけるっていうのはですね、どっか変ですよ。そこまでしてやりたいことがあったら別ですよ。そこまでして例えばなんだろうな、家を出たいとかですね、一人で暮らさなければ絶対に自分は一人前になれないと思ってるんだったら別だけど、そういう強い動機もなしにテレビで言ってるから程度のことでですね流されてですね、なんだろう、親の元から出るのは頭がおかしいですそうじゃなくて、彼女できた、彼女がいや一人暮らしじゃないと嫌だと言ってるというですね、男としての正当な理由って言ってもいいし、いや家だったら女連れ込めないなっていうですね、まあ男としてのやましい理由、どっちでもいいです。なんかそういう理由ができてから考えるんでいいですよ。今のうちからですね、なんか準備のためにですね一人暮らしをするとかあんまり考えなくていいです。なんだろうな、なんだろうな、だからさ、なんだろうなで、なんだろうな。ではね、またバイバイ。